Hello everybody, I'm Dr. Yanagida, Director of Evis Aesthetic Surgery. I hope you enjoy this channel and thank you for watching today. これから当院で行っている切るフェイスリフトのカウンセリングをさせていただきたいと思います。ちょっと10分ぐらいあるんですけど、切るフェイスリフトを考えていらっしゃる方はぜひ参考にしていただければと思います。切るフェイスリフトはですね、どうしても傷が残ってしまうので抵抗があるという方もいらっしゃるんですが、確実に余分なたるみを取り除くことのできる唯一の方法なんですよね。だいたい指の幅1本分ぐらいを取るようにしてるんですけど、その取り除いた分に関しては一生少ない状態でいられますので、今後10年後も20年後もちょっと若くいられます。あと引っ張って張りが出ますので、お化粧のノリが良くなるとか、あと毛穴が目立たなくなるとか、そういった効果も期待できます。ただ加齢を止めるわけではないので、どうしてもまたたるみは出てきてしまうんですね。ですけど切るリフトで目いっぱい引き上げて、その後ちょっとずつたるみが出てきますので、何もしない状態で普通にシワができるスピードよりもですね、ちょっと遅くなりますので、時間稼ぎができるんですよね。そういった目に見えない予防の効果もありますので、そのあたりまで考えていただけるとやる価値は十分あると思います。うちでよくやる方法がだいたい3種類くらいありますので、これからちょっと引っ張って見ていただきますね。うちでよくやる方法がだいたい3種類あります。1つ目がマイクロリフトというものです。2つ目がトータルフェイスリフトというもの。3つ目がそのトータルフェイスリフトとフェイスリフトの顎を組み合わせた方法になります。じゃあちょっと引っ張って見ていただきますね。一番傷が短いのがマイクロリフトといって、だいたいこの辺りからこの辺り3センチぐらいで切る方法です。これは指1本で引っ張る感じですので、それでやるとだいたいこんな感じですね。ちょっといいですよね。次ですね、トータルフェイスリフトですね。トータルフェイスリフトはだいたいこの辺り、耳の上の辺りから下まで切る方法です。これ指3本で引っ張る感じですので、それでやるとグッとこんな感じになって、さっきよりちょっといいと思います。さらにここの耳の上から耳の後ろに行ってちょっと下がる方法、それがトータルフェイスリフトとフェイスリフトの顎を組み合わせた方法です。それでいくとグッと引き上がってですね、ここまでやるとこの顎のラインがかなり引っ張れるので、フェイスラインが綺麗になるんですね。あとはこの辺りもグッと上げられますので、今後首のたるみとかも出にくくなります。この方法までやるとかなり満足度が高くていいと思います。当然傷の長さが長ければ長いほどたくさんたるみが取れますので、当然満足度も効果も高くなります。でもやっぱりそれに従って金額も高くなってしまうと思ってください。でやった直後はですね、結構ピッと上がってて変化も分かりやすいんですけど、実はこの状態がずっと続くわけではないんですよね。直後の状態はピッと強めに引き上がっていて、だいたい3割増しぐらいで上がってると思ってください。でだいたい1週間ぐらいである程度ここの腫れが引いてくるのと、どうしても目が慣れてきちゃうので、ちょっとずつ戻って3割分ぐらいちょっと戻ったような感じになります。でだんだんと馴染んでいくと思ってください。あとですね、こうですよね、グッと一番効果の高い方法でやっても、ここのほうれい線ですとか、この顎のマリオネットラインですね、完全には消えないことも多いです。完全には消えないんですけど、比較的自然な感じで合格見えるようになると思ってください。次に具体的な手術の方法や経過について説明させてください。手術の時はですね、初めに麻酔の注射をこの辺りにしますので、その時ちょっと痛いんですよね。
で皮膚をある程度剥がして、ここからなるべく遠くのですねスマスという筋膜があるんですけど、それを溶けない糸を使ってグッと縫い上げていくと、そういう手術になります。余分なたるみをここで切り取って皮膚の裏側で細かく縫っていくんですね。でここの表面がしっかりくっつくぐらい細かく縫いますので、ここは縫わずに医療用の保護剤を使って傷を閉じます。なので抜歯に来てもらう必要がないんですよね。でその保護剤は防水の効果もありますので、次の日から髪が洗えます。でこの保護剤がかさぶたみたいになってるんですけど、1週間くらいで剥がれてこんな感じになります。当然まだ傷は見えますし、触るとちょっと硬いとか分厚い感じになってます。あとこの辺りですね、ちょっと縫ってデコボコしている感じがまだ見えますよね。で1週間したらですね、この傷の上からお化粧とかをしてある程度カバーすることができます。ただ何もしないとですね、1ヶ月経ってもまだ結構赤いんですよね。この赤みはだいたい3ヶ月から半年ぐらいかけてちょっとずつ薄くなっていって、最終的にはこういった白い線が1本残ると思ってください。でこの方ですね、3ヶ月経ってるんですけど、まだ結構赤くて傷に幅も出てしまっていて、どうしても傷の治り方には個人差があるんですね。美容外科ってどうしても効果の感じ方とか仕上がりとか痛みとか左右差とかですね、どうしても個人差ってつきものなんですよね。でうちはこういった手術をずっと専門でやってますので、少なく見ても9割以上の人には満足してもらっていると思います。ただどうしても医療行為なので 100% ではないということはご了承ください。なるべく傷が目立たないようにという意味で、ここではなくてこの縁で切ることができます。それでやるとこんな感じの傷になるんですね。耳の後ろはこういう感じになります。この方法はですね、かなり傷が目立たなくていいと思うんですけど、一つ弱点がありまして、だいたい皆さん通常ここはですね、軟骨でちょっとしたこの丸みがあるんですね。ですけどこの丸みがちょっと平らに低くなってしまうことがあります。これとですね、これを見ていただけると違いがわかるかと思います。次ですね、説明の紙があるのでちょっと見ていただきますね。これがトータルフェイスリフトの説明の紙ですね。長所と短所がありまして、やっぱり短所としてよく見れば傷が残るということはご了承ください。でこの辺りですね、お時間のある時にちょっと目を通しておいてください。合併症ですね。基本的に安全な手術ですので、傷が残ること以外に合併症が起こることは普通はないです。ただ手術ですので、ばい菌がつくと真っ赤に腫れるとか、感覚異常っていうのがですね、やっぱりこの辺り切りますので、触った時にですね、ちょっと感覚が鈍くなることがあるんですね。でそういった場合は1年とか2年ぐらいかけてちょっとずつ治っていくと思ってください。あとお薬をお出ししますので、稀にアレルギーが起きてしまうことがあります。Thank you for watching everyone. If you have any questions, please don't hesitate to contact us. Thank you.